チキンオムライスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はオムライスを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ご飯を卵で全部包むタイプのベーシックなオムライスを作っていきます。チキンライスの作り方や卵の作り方、あとは包み方にそれぞれポイントがあります。コツをつかめば綺麗なオムライスも簡単に作ることができます。さらにですね、今回はオムライスにかけるトマトソースも手作りしたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチキンライスの材料からご紹介します。材料はこちらです。ご飯、鶏もも肉、玉ねぎ、しめじ、舞茸、マッシュルーム、ケチャップ、有塩バター、料理酒、塩コショウ、ケチャップライスはこちらの材料で作っていきます。まず今回のポイントはキノコですね。キノコを3種類加えていきます。そうすると旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。このキノコなんですが、今回は舞茸としめじとマッシュルーム、この3種類にしてますが、こちら3種類使わなくても1種類だけでもね、美味しくなるので、ぜひキノコは入れて作ってみてください。続いて卵の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、マヨネーズ、お水、有塩バター、サラダ油、塩コショウ、こちらの材料で卵の部分を作っていきます。こちらの卵のポイントはマヨネーズです。マヨネーズを加えることで卵が柔らかくなってさらに色鮮やかな仕上がりになります。そして最後にソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、有塩バター、お砂糖、お水、こちらの材料でソースを作っていきます。こちらはですね、ケチャップだけでもいいですし、もしソースも凝りたいなっていう時はぜひこちらの材料で作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではですね、まずはじめにソースから作っていきます。フライパンにケチャップ、そしてお水、あとはお砂糖、そしてバターを入れます。これを火にかけましょう。火加減中火です。これを混ぜながらね、バターを溶かしていきます。このようにね、ケチャップも一度火入れしていただくことでコクがアップしていきます。はい、OK です。バターが全部溶けて、だいたいですね、30秒ぐらいですね、加熱していただければ OK です。はい、ソースはこれで完成です。こちらは別の容器に移しておきます。それでは続いてチキンライスを作っていきます。まずですね、玉ねぎはみじん切りにしていきます。切りやすい方法でみじん切りにしてください。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いてキノコ類を切っていきます。キノコ類はね、全部みじん切りにしてください。適当にね、みじん切りしましょう。はい、舞茸はこのように切ってください。続いてしめじです。しめじは根元を切り落とします。こちらもですね、みじん切りにしていきます。はい、しめじはこれで OK です。続いてマッシュルームです。マッシュルームもですね、みじん切りにしましょう。はい、マッシュルームはこのようにみじん切りしてください。続いてですね、鶏もも肉を切っていきます。鶏もも肉はこういった筋があった時は、こちらは切り落としてください。あとね、余分な脂があった時もね、そちらは取り除いてください。そしたらですね、こちらの鶏肉はですね、少し小さめの一口サイズに切っていきます。はい、OK です。鶏肉にはですね、塩コショウで少し下味をつけます。はい、OK です。それではね、チキンライスを炒めていきます。まずフライパンにバターを入れます。そして火にかけましょう。火加減中火です。まずね、こちらバターを溶かします。半分ぐらいね、バターが溶けたら最初にお肉を炒めます。このようにバターを絡めながらね、炒めていきましょう。はい、お肉にですね、5割ぐらいですね、火が通ったらここに玉ねぎを入れます。はい、そして続いてキノコ類を3種類入れます。あとはね、塩コショウを振ってください。これで炒めていきます。火加減はね、だいたい中火から弱めの中火ぐらいで調整しながら炒めてください。は
はい、OK です。このようにお肉と具材にしっかり火が通るまで炒めてください。この時ね、焦がさないようにだけ注意してください。ここにまずは料理酒、続いてケチャップを加えます。そして炒めましょう。先にケチャップを炒めてください。そうすることでケチャップのツンとした酸味が抜けて、さらに旨味もアップします。はい、で30秒ほど炒めたら、続いてここにご飯を入れます。そのままご飯入れましょう。そしてしっかりと炒めていきます。ご飯に水分が多いので、一度ねフライパン全体にこのように広げてください。少し焼き色をつけます。そうすることで水分も飛んで香ばしい仕上がりになります。はい、で30秒ぐらいしたら混ぜます。またねさっと炒めてください。火加減はねこのぐらいになったら強めの中火にしてください。はい、 OK です。このようにねちょっとパラッとした感じになるまでしっかりめに炒めてください。この辺に焼き色がついていると思うんですが、このぐらいね軽く焼き色をつくまで炒めていただくと美味しい仕上がりになります。あとはですね、最後に少し味見をして、味の濃さはお好みで調整してください。ではこちらをね一度器に開けておきます。はい、それでは続いて卵の部分を作っていきます。まずですね、先ほども材料説明で言ったんですけれども、今回は卵にマヨネーズを加えます。このマヨネーズなんですが、直接入れてしまうとダマになってしまいますので、一度お水で溶いてから加えていきます。まず別の容器にマヨネーズを入れます。そしてここに使うお水ほんの少しだけ入れてください。そしてまずこの量でよくマヨネーズを溶きほぐしてください。ダマができないようにしっかり混ぜてください。しっかり混ざったらまた少し加えます。そして混ぜます。お水ぐらいのシャバシャバぐらいになったら残りのお水を全部加えてください。そして混ぜます。はい、マヨネーズの準備はこれで OK です。このように必ず水で溶いてから卵と混ぜるようにしてください。ではボウルに卵を割っていきます。そしたらですね、まずこちらの卵を溶きほぐします。はい、溶きほぐしたら先ほどね水で溶いたマヨネーズを加えます。はい、そして軽く塩コショウです。これをよく混ぜましょう。はい、このようにしっかり溶いてください。ここからも一つポイントなんですが、この卵液は一度こしたいと思います。そうすることで仕上がりがとても綺麗になります。ではこちらを茶こしでこしていきます。はい、で一度ね茶こしでこしていただくと、このように溶けきれなかった白身とか、あとは卵黄膜などを取り除くことができます。卵液の準備はこれで OK です。では今から卵部分を作っていきます。それでは最後ですね、卵を焼いていきます。卵を焼く時のポイントです。まずですね、フライパンにサラダ油、そしてですねバターも入れます。この2種類入れていただくことで卵がフライパンから離れやすくなります。なのでね、ぜひ2種類入れて作ってみてください。ではこちら火にかけます。火加減弱めの中火です。まずねバターを溶かします。フライパンの大きさなんですが、だいたい20センチから23センチぐらいがおすすめです。できるだけねテフロン加工がちゃんとしてるものを使っていただくといいかなと思います。はい、でバターが溶けてこのようにパチパチパチっと音がしてきたら、火加減ねちょっと中火ぐらいにします。そして卵液を一度に流し入れてください。はい、そして固まってきた部分からこのように混ぜていきます。できるだけねこの作業は手早く混ぜるようにしてください。周りからねこうやって固まってくるので、周りを剥がして、そして中央と混ぜるイメージです。このぐらい広げて、でこのぐらいのトロトロになったらもう火を止めてください。もうね早い段階からね火は止めちゃってください。そしたらですね、ここからは火を止めて行っていきます。この真ん中ですね、中央部分にこちらチキンライスを乗せてください。火を止めてるのでね焦らずやっていただいて大丈夫です。はい、こんな感じでちょっとね中央メインでね乗せてみてください。そしたらですね、まだ火にかけない状態で大丈夫です。こちらをゴムベラで余ってるこの卵の部分ですね、こちらをご飯にペトッとくっつけます。手前の方を持ち上げてやるとやりやすいと思います。はい、こんな感じです。手前から見るとこんな感じですね。このようにくっつけてください。そしたらですね、反対側も同じようにこのようにご飯に卵をくっつけます。
この状態になったら火にかけます。火加減弱火で OK です。そしたらですね、ゴムベラで少しフライパンの縁に向かってオムライスを寄せていきます。で、ちょっとね、形作ってください。はい、こんな感じです。フライパンからね、このように離れる状態を作ってください。そしたら火を止めてください。そして、このフライパンの柄の部分を逆手に持ってください。フライパンをひっくり返してお皿にのせます。よいしょ。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。最後はですね、キッチンペーパーでこのように押さえつけて形を整えます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。では最後ね、ケチャップをかけたいと思います。はい、これでオムライスの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように卵もツヤツヤで美味しそうに仕上がってます。ソースはね、お好みでかけて召し上がってみてください。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しいです。卵の内側が半熟になっててすごく美味しいです。そしてこのね、手作りのトマトソースも最高に美味しいですね。このチキンライスはキノコの旨味が効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオムライスのポイントです。まずチキンライスについてのポイントです。チキンライスにですね、今回キノコ類を3種類加えました。このチキンライスにキノコを入れていただくと旨味が倍増してとても美味しいチキンライスに仕上がります。今回ね、3種類入れたんですけれども、こちらない場合はね、どれか1種類だけでも入れてみてください。そしてその後ですね、具材を炒めるんですが、しっかりとね、具材を炒めたら、その後ケチャップと料理酒を加えて炒めてください。ここでしっかりケチャップに火入れしていただくことで、ケチャップの旨味が濃縮されてとても美味しい仕上がりになります。さらにですね、このトマトケチャップの酸味なども抜けるので旨味も倍増します。その後ご飯を加えるんですけれども、ご飯を加えたらしっかりめに炒めてください。そうすることでご飯にしっかり旨味が入ってとても美味しいチキンライスに仕上がります。そして卵についてのポイントです。今回卵にマヨネーズを加えてます。このマヨネーズを加えることでとても柔らかい仕上がりになって、さらに彩りも良くなります。ただですね、このマヨネーズはそのまま入れてしまうとダマになってしまいますので、必ずお水で溶いてから卵と混ぜるようにしてください。そして混ぜ終わった卵液は一度こしてください。そうするとですね、舌触りも滑らかになって仕上がりも綺麗になります。そして卵を焼く時のポイントです。卵を焼く時に今回ね、バターとサラダ油を使いました。こちらの2つを混ぜていただくことで、卵がね、フライパンと離れやすくなります。そして卵を加えたらゴムベラを使って固まってきた部分から手早く混ぜてください。そしてトロトロの半熟卵になったらすぐ火を止めてください。そうすることで中は半熟状態で仕上げることができます。火を止めたらですね、その後上にご飯を乗せてください。乗せる部分はですね、中央に少し多めに乗せるようにしてください。この乗せてる時はですね、火を止めているので焦らず入れていただけたらと思います。ご飯を乗せ終わったら両端の余白部分の卵をご飯にペトッと貼り付けてください。あとはもう一度火にかけてオムライスをですね、フライパンの縁に寄せて形を整えます。そうするととても綺麗な仕上がりになります。あとはね、フライパンからしっかり卵が離れたことを確認して、そして火を止めて柄の部分を逆手に持って、そしてお皿の上にくるんとひっくり返して乗せてください。乗せ終わった後はですね、キッチンペーパーで最後形を整えてください。そうすることでより綺麗なオムライスを仕上げることができます。そして今回はですね、上にかけるソースも手作りしました。こちらのソースもとても簡単で、さらにコクもあってとても美味しいので、ぜひこちらも作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオムライスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。